2017年9月、実は今月27日は私木山の誕生日です。皆さんに祝っていただけたら幸せです。そう思って今夜のバトルを見届けるのはハライチ岩井、仮面女子月野モア、桜井由紀、そして声優界一バトスピ愛が強いと言われる男木山茂雄。バトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲーム特別編。賞金30万円をかけた個人戦キングトーナメント開催。これまで出演したチャレンジャー8名によるチャレンジャーブロック、そして番組が送り込んだガーディアン6名とゲスト声優2名によるガーディアンブロック。それぞれのトーナメントで勝ち上がった2名が激突し、勝利すれば賞金30万円。それがバトスピエクストリームゲームキングトーナメント。前回アタック時効果使います。疲労状態にスピリットを破壊することでブロックされません。されない。こっちもフラッシュはないです。ライフで受けます。ありがとうございました。交流元のカード1枚につきシンボルを1つ増やすので、シンボルが5個になります。はい。ではライフで。ありがとうございました。決勝進出を決めた小川。残された決勝戦の椅子をめぐって戦うのは多分シュクリ君はこういうデッキを使ってくるだろうなっていう想定をした上で、それに勝率のいい状態には仕上げてきてるので、はい、基本的に僕のデッキは先行3ターン目に勝てるようには作ってあるんで、速いデッキが得意な印象なので、3ターン俺が耐えたら、俺が勝ったと思っていただいていいと思います。何パーセントぐらい？何パーセントですか？いややはり優勝するということは次も勝つんで 100% ですね。白い鉄壁シュクリか、紫速攻の坂口か。決勝戦に勝ち上がるのはどっちだ。さあ、それでは準決勝第2試合、先攻紫のガーディアン坂口周平、後攻白のガーディアンシュクリ。ゲートオープン、開放。よろしくお願いします。先行もらいます。ドローから。さあどっちも強いですよ。これはどっちも強いですね。やっぱシュクリさん強いからな。おっと、サードアイズスネーク。相手の効果でボイドからコアを増やすとき、そのコアを置く場所をこのスピリットに変更します。ほう。絶好標準でコア増やしてもあのヘビにいっちゃいます。そっか。これでメインステップ終了。ターンエンドで。ドロー。サードアイズスネーク、やはりではナンバー24トリプルヘビーを配置。このネクサスはビートにはぶっ刺さります。コア置いておきます。コスト4以下の相手のスピリットアルティメットのアタックでは自分のライフ1しか減りません。なるほど。でコスト並べて、コストばっかですもんね。これクリスタニードルは破壊時ネクサスを破壊するのでゼロコスト出してバイバイソン。いっぱいコストで3コスト1警具。昔のカードなのでアタック時にワンドローができます。コスト4以下から1点です。そうですね。ヘビばっかり。ヘビばっかりですね。今流行りのヘビ速というヘビ使いですね。ヘビ使いですね。帽子ターバンにした方がいいんじゃないですか。バイバイソンでアタック。アタック時でワンドロー。フラッシュはありません。ないです。ではライフで受ける。じゃあこれじゃアタックしてもライフ減らないんでターン終了。ドロー。リフレッシュ。トリプルヘビーレベル2の効果でソルカを置いてあるのでシンボルを3つとして扱い、白縫いを召喚。3軽減で2コスト。いやー、これ辛い盤面だな。気候武者白縫いが立ちましたね。超装甲赤紫白を持って、あら紫入っちゃってる。そしてソウルコアが置かれているので、
疲労状態でブロックできます。あー、じゃあもう全然通らないですね。通らないですね。これは突破するのはなかなか難しいですね。まあスタートステップそうこうしてる間に盤面整えられるんで。ドローステップ。じゃあメインステップ終了、アタックもしないでこのままターン終了で。はい、ではこちらのターンでコアドローリフレッシュソウルコアをトリプルヘビーに置いてレベル2に上げてギルムダイナを召喚。ゲルムダイナ3あれですね、アタック時にバースト破棄するやつですね。なるほど。でだからこれでバーストが張りにくくなってしまう。こちらのまあ重装甲赤、緑、青で紫は持ってませんので、これでアタックスターン終了です。ドロー。どうやって紫は削っていけばいいの？ちょっと待ってくださいね。坂口さんのプレイスタイルはじっくり考えるタイプなんで。このままターン終了で。そうだよ。そのままターン返しましたね。そうだよね。いや、そうだと思うよ。ドロー周平さん多分きついもんな。アクセルターボレックス使用します、ターボレックスでバイパイソンのデッキの下へ。はい。効果も効かなければバーストも張らせずドローもさせない。でこのままターン終了です、クリスタニーはい、お、2体目のあ、これは果敢にアタックできるな。あ、やっぱりこっちだ。バイパイソン。ドローがまたできる。攻めてくるのかどうか。ターン終了で。なるほど。はい、さあドローどうするんだ？フレッシュ。そうか。ではお、ノーブルコマンダーノブレスオブリージュを召喚。召喚時効果が強烈で。召喚時効果降臨中ではない相手のスピリットすべてを手札に戻します。全部。これが一番恐ろしい。さてアタックセップ、ノブレスオブリージュでアタック。ちょっとごめんなさい、テキストもう一回見せてください。OK です。じゃあフラッシュタイミング。はい、フラッシウルシエラ。ュ。なるほど。やはりムルシエラで破壊された。ブルシエラで破壊。これも警戒しておかなきゃいけないです。では今のバトルは、こちらフラッシュはないです。はい。なければ終了で、は紫白身でアタック。フラッシュないです。ないです。じゃあライフで。電話通す。ターンヒーロエンド。ーブローカーですからね。ドロー。ブルシエラがやっぱりあったか。あんまり変わってないんだよね。そう盤面あの2としては枚そう2枚のカードが全てを相関している。蒸気力スチームドラゴン。はい、召喚時ワンド召喚してワンド。どうぞ。これでバスを受けます。やっぱりそう召喚。はい、バイソン。ファーストセッお、出てくるか。クリスタニード。はい、それでも行く。手元から。はい、 3枚発揮してあ、水源かと。ストを3下げて5コスト4軽減なんで1コスト。支援実もちょっと欲しかったかな。アタックステップ入ります。はいクリスタニークリスタニードル。そうですね。ヘビーフラッシュありませんはないです。今壊されたくないのでライフで大丈夫ですよね。そうこれによりトリプルヘビー。そしてこのダブルシンボルですが、そこはでフラッシュ、機械人シェパード。なるほどなるほど。ターンのエアコスト4以上からはコスト4以上のスピードではライフが減らされません。減らされません。じゃあこちらフラッシュないんでこのまま単種類。白いだでは。こちらのターン決めるしかないですね。もう。コアドローリフレッシュトリプルヘビーをレベル2に上げて一応持ってターボレックスを召喚。なるほど。さあコストでアタックステップ、ターボレックスでアタックステップ効果で実感がアタックしたので、クリスタニードルをデッキの上、これでデッキトップ操作フラッシュフラッシュないです。ないです。ない。あ、そうですか。思うようにいってドラゴンでないのか。ブロックまで。はいフラッシュは
よしないです。ないです。じゃあそのまま破壊します。破壊にナイトライダーの召喚を宣言します。はい。これは破壊で召喚？交渉。はい、紫のスピリットが破壊された時手札からノーコストで召喚できます。これがアタック時なら強かったんです。ブロック時だとっていう感じ。で破壊で。はい。破壊後のバースト。あバーストここまでは見えてます。バースト効果でこそうのつでもう4つずつ乗ってますので、知らないから。知らないから3つ。 3個乗ってもちゃんとまだ大丈夫と。そうなんです。なるほそのために4つをど。準備がいい。でダイレクトブレイブする形でこうします。はい。で PP が1枚1000。1000。それではそのままターン終了です。ドロー。これだよね。とはいえもう3点作りましたね、ブルーシールで。クリスタルに行きましょうか。ね、さっきの。はい。アタックステップ入ります。ブルシエラ村雨ブレイブでアタック PP1万7000です。村雨のフラッシュの効果はトリプルシン走行に阻まれて使えないですね。フラッシュ。フラッシュ。走行新規ボーダーをあ、強いの持っていた。そうこれをトラッシュ。そっちに乗せる。降臨時効果。はい。ナイトライダーをデッキの下へ。ナイトライダーを戻しました。フラッシュはよしないです。ではフラッシュ。シェパード。シェパード持っている。でまた、コスト4以上のスピリットのアタックではライフは減りません。はい。フラッシュはないです。しのぎますね、さすが。アタック継続。アタックでワンドロー。そうですね。フラッシュはありません。ないです。そのアタックはライフできる。やっぱりね。じゃあターン終了で。ドロー。リフレッシュ。ネクサス飛行場を配置。このタイミングでの飛行場はちょっと弱い。ではアタックステップ。はい。何もせずターンエンドです。ドロー。あー、強いのが出てきた。これなんですか？ゼロデュラム召喚。ゼオデュラム。召喚時効果。ゼロデュラム。幼者が4体いるので幼者の数分ドローなんで4枚ドロー。はい。おお。いやー強い。大きく進みましたよ、これで。そしてドローした数だけ相手のスピリットのコアをリザーブに置きます。で、自分がカードをドローした時相手のスピリットの子は、バンドローにつき、1個飛ばすんで4枚引いたんでここから4つ。ああ、消滅します破壊。なくなったのは計算狂った。さらにゴーダの4魔鏡マグナマイザーの召喚。これです。アルティメットトリガーはい。 3発撃ちます。わあ。でヒット1発につき相手のスピリットのコア2個トラッシュに置きます。3回ともヒットすると相手の手札は2枚破棄なので、その時点でもうゲームエンドに近いと過ぎます。なおかつ今しかないから2発当たったとしてもライフを1個トラッシュに置きますのでなるほど。ブロックされなくなるってもうなるほど多彩ですよ。もう近い。そうですね、もうこれで今はドリブル陣もいらない。決めると。選抜で行くと。ではアタックステップ。マグナマイザーでこれが決まればトリプルトリガー6枚。ではヒット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 トリプルヒッじゃあここは、底ついてるんで、はいライフの子は1個トラッシュ。カウンターはありません。はい。手札2枚。あ、そうですね。はい。捨てます。1枚ト。あ2000。ー2枚ともなくなりました。BP がこれはやばい。 1万4000。ではそのアタックはうん、そうですね。ライフで。はい。ありがとうございました。坂口さんおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しそうですね。最初のね。いやーしんどかった。しんどい局面になりましたね。いや最初やっぱり絶望的でしたか。いやまあ絶望ってほどでもなかったんですけど、
まあやっぱちょっと手元に見えてるカードが結構強かったっていうのもあるし、まあ、今降臨がねいつどんなタイミングで飛んでくるかわからないんで、そうですね。ちょっとその辺を警戒しながら戦いましたね。祝利さん残念ながらそうですね、負けてしまいました。途中から防戦一方になっちゃった。難しかったですか、やっぱり手札的には。そうですね、まあ、手札の差はもう、まあ、どうしようもないところではあるので、まあ、せめてそうですね、愛機のイグドラシルが来てくれたらと思いながらドローしてましたね。はいということで決勝進出は坂口さんということで、2人お疲れ様でした。ありがとうございました。紫のガーディアン坂口が勝利し、ついに決勝戦。周平さんは僕のバトスピの師匠なんですよ。まあ、決勝戦で、まあ、師匠と当たれるのはすごく楽しみです。周平さんが好むデッキのタイプと今回僕が使用しているデッキが相性がまあ良くないので、下手すると瞬殺されてしまうので、やはりまあいくら師匠といえども負ける気はないので、やるからには師匠を超えます。小川君僕のことを師匠とか言ってくれますけど、まあ彼もね強いバトラーなんで、まあ、でもちょっと嬉しいですね。なんかその遊びで師匠とか弟子とか言い合ってたのが師弟対決で決勝戦になるっていうのは、まあ弟子とはいえ勝負事なんでね、全力で勝ちに行こうとは思ってます。ぶっちゃけやっぱ五分じゃないですか。でもあとはもう気持ちの強い方が勝つと思うんで、はい、ここまで来たらやっぱてっぺん目指したいですよね。はい、では5点です。シンボルを1つ増得意のやすので5点アタックで豪快に勝ち進み、勢いに乗る小川か、ごめんなさい、テキストもう一回見せてください。慎重なプレイングでこれまで着実に勝利を重ねてきた坂口か、ガーディアンの頂を勝ち取るのはどっちだ。先行は紫のガーディアン坂口周平、後攻青のガーディアン小川翔平です。ゲートオープン開放。よろしくお願いします。お願いします。決まりますよこれで。最強ガーディアンが。最強ガーディアンですよ、もう。現環境で最強ガーディアン。あ、支援時から出す。 3枚破棄して制限カードを最初に初ターンで出す。支援時出た。ちょっと待って、もう一枚の支援制限カード落ちました今。タイム。はい、ドローステップ、メインステップ入ります。早い人だからね。3コストでトレジャードローを使用します。手札を引いていく。デッキの一番上から3枚オープンし、その中のネクサスカード1枚をコストして阿弥陀如来像を引いてるんで引いてますよさらにね。海賊を含むスピリットカードがあれば、火からめちゃくちゃいいですよね。いいです。はい、ネクサス。1枚目。ほら。出た。枚目。何この説。あ、でも白鳥武器決勝もいいや。あ、ネクサス。これは悩みどころ。どっち。ではおっと。やっぱりそっちか。キャピタルキャピタルを配置します。はい。ソウルコアが乗っていないスピリットがアタックするとき、リザーブのコア1個をトラシに送らなければアタックできません。そうか。これが出るかどうかで勝敗左右すると言っても過言じゃないです。3コスト2軽減でマントラドローを使用します。はい、3枚ドローして、早いターンの初ターンで早い時にもうできることはやっとかないとダメなので、はい、アタックするのはその後、大事ですね。 2枚破棄します。1枚目。慎重に選んでんな。まあネクサス破棄できるのが一番いいんですけどね、また回収できますから。では2枚、はい、破棄します。ああ、ジグフリーロゴを、まあ、そして、バーストを1枚セットして、これでエンドステップターン終了です。はい、うん、最高のスタートじゃないかな。ドローフレッシュ。3コスト1軽減。蒸気流スチームドラゴンの召喚。はい、さあ手札召喚時効果で1ドロー。バスタレバー。バーストファーストは大丈夫です。はい、ではない。なんか
沈黙が重い、さすが決これでも勝戦。さっき準決勝でトリプルヘビー出されましたけど、なんかこういう辛い場面多いですね。アタックステップ入ります。はい。チェンジしてアタック。こちらフラッシュはありません。フラッシュないです。ではその攻撃はライフで。はい。じゃあこれでターン終了。はい。それではターンいただきます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。それでは、3コスト1軽減、2コストで、ストロングドローを使用します。デッキからカードを3枚ドローして、ドローカード入れてますね。もう青といえばもうその後、カードは、 2枚破棄します。ラクシュマナとマントラドロー、破棄します。こうネクサス張ってくるから4コスト1軽減、3コストで、これで海底国の秘宝を配置します。ダブルシンボルをフィールドに展開。次にやれることこれで増えましたね。またネクサスのダブルシンボルはいいですね。ソウルコアとコアを置いて、これでエンドステップターン終了です。これはちょっと紫のガーディアンにとっては辛い盤面です。ファーストセット。ファーストセット、一気に展開したいところですけど、妖刀村雨を村雨を、 3コストで。ああ無理やりダブルシンボルに、そうですね。もう伏せないで、アタックステップ入ります。この辺の決断の速さはさすがですね。村雨のついた支援もう速攻で攻撃していこうと。そうですね。ないかな。フラッシュはありません。こちらもないです。ではその攻撃はライフで。はい。ダブルシンボル、早くもこれ以上はコスねトは大丈夫です。ない大丈夫です。ではターンいただきます。スタートステップ、ドローステップ、6コスト3軽減、あ、持ってました。3コストでホワイトジャックを召喚します。ホワイトジャック今ホワイトジャックの召喚時効果で阿弥陀如来像が作業してましたのでコアブーストできトラッますね。シュか手札からネクサスを2枚までアビスが来るぞ。配置し、来るのか配置したカード1枚につきデ来るぞッキから、1枚ドローできます。それではトラッシュからかっこつけてるだけアミナリオで。ライズバトルスキー先生のバトスキあ、ーそれも押してたんだ。ルスキーコストを支払わずに配置します。さっき押してました最高レベルそして最高レベル、 2枚配置したのでデッキから2枚カードをドローします。これでアビスがあったら、もし破壊ジバースと村雨を踏んだとしても、アミナリオライズのコア3個だけトラッシュ配置時効果で生き残るボイドからコア1個を自分のネクサスの上に、さあコアブースト、そしてバトルスキー先生のバトスピ講座で、ホワイトジャックのレベルをこのターン最大にして、はい。では、ラクションの3コスト2軽減1コストでアクセルで使用します。デッキからカードを2枚ドロまたドローーし、ですよ。その後2枚破棄します。もしもの時の防御札はどうしても欲しいですね。5コスト余分に払バトスピわなければ。講座とキャピタルキャピタル。それでは守らないと。アタックステップ入ります。ホワイトジャックレベル 3BP9 戦でアタックします。アタック時に自分のネクサスをどれ残すか。 1枚まあそうだね。疲労させて強襲の効果であとは下に置く回復します。フラッシュはないです。ではこちらフラッシュ、はい。ちゃんと持ってる海賊リングジークフリードアビスにスーパーを使って降臨します。降臨。降臨した。ジークフリードアビスの降臨時効果、はい。キャピタルキャピタルとお、それを重ねちゃう。アミダニョライズ、海底国の秘宝3枚最を大レベル維持する方を取る。降臨元としてはい。追加します。そうしました。そして、追加した降臨元のカード1枚につき相手のスピリットを破壊することができるので、はい2体を破壊します。はい。それで支援時も破壊して、ライダーが来るのかな。これ破壊時効果はない。それでブロッカーは、はい、これで来た。村雨ですね。重要なのはブロッカーを立たせることです。はい、こう3つ。ブロックされないときにシンボル5点にいきなり増えるので、じゃあその後はい、なかったか。
フラッシュはありますか？ないです。こちらもフラッシュはありません。じゃあ解決ではい返されます。さあここでそれでは、バトルということで、はい。ジークフリードアーティスこれでブロッカーがいなかったら5点です。あと何どうする？フラッシュ。フラッシュ制限カード引いていた。なるほど。自分のトラッシュからコスト3以下のスピリットを1体召喚します。はい上級スチームドラゴン。はいこの枚数ではい制限カード3枚見てるんですけど、スチームドラゴンの召喚条どう項いうことだ。1枚ドロー。禁じられたな。いやしかしこれで目論みがでもあるかこちらフラッシュは大丈夫です。なかっじゃあそのた。ままブロックまで。はいしかしこれでフラッシュはあアビりませんスの攻撃を2回受け止めましたね。すごい。ギリギリの戦い。凄まじい攻防。それではエンドステップターン終了です。はい。ターンもらいます。スタートステッさあこのステップでキャピタルキャピタルもさあもう全部ない。プ。フレッシュステップ。クリスタニード。はいでもこれもやっぱ慎重にこうやって考えることでプレイミスをなくすっていう意味では。ローゼのシンシンマドン。あら降臨しないでシェンマドウがそのまま出ました。返しちゃうと大変なことになる。仕留めたいところではある。なんかフラッシュはありません。こちらもないです。ではその攻撃はライフで。はい。1点になってもしのげるやつがなんかある。何を？ともいかない。いった。フラッシュはありません。なかった。ライフでいけます。なるありがとうございました。ありがとうございました。決まりました。お疲れ様でご様子で小川さん負けてしまいましたね。いやーそうですね、強かったです。前のターンでね攻めきれればよかったんですけどね。そうですね、ネクロブライトを持たれてると厳しいなとは思ったんですけれども、はい。まあ1枚だし大丈夫って思ったんですけどダメでしたね。坂口さんおめでとうございます。ありがとうございます。優勝ですよ。いかがですか。いやー勝っちゃった。最強ガーディアンですよ。いやーしんどかったわー。まあ前の戦いから相手にいろんな妨害を受けながらもねキャピタル勝って、はいトリプルヘビーいや素晴らしいね戦いでしたよ。おめでとうございます。おめでとうございます。ガーディアンブロック優勝は紫のガーディアン坂口周平。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バトスピニュース。 10月28日土曜発売予定のバトルスピリッツ降臨編第3章革命の神器の紹介です。革命だ。さあということで降臨編第3章のメインスピリットは貴族製の、ジークフリードとなっております。このジークフリードはですね高革命という新効果を持っており、うまくこの効果を発動することができれば勝利は間違いなしの強力な効果となっておりますということで、あとですね降臨と相性抜群の新ブレイブガンブレイブと強力なアクセルが大量に収録されるブースターで誕生石をモチーフとした特別な12体のエクスレアスピリット奇跡12章も3種類、収録されております。ということで、さらに本日はですねこの第3章に収録される六甲子キャンペーンのカードを紹介しましょう。六甲子はい、六甲子です。この六甲子は第1章で活躍した探索者たちが奇跡のかけらでパワーアップした姿となっております。なるほど。また六甲子たちは全員アタックステップ開始時に降臨ができる奇跡という効果を持っています。強い。強いです。この六甲子、恐竜のエドウィック、出ますかね。こちらです。はい、出ました。ドーン。こちらですね。六甲子恐竜のエドウィック。こちらはですね奇跡赤を持っており、アタックステップ開始時に
このスピリットにソウルコアが置かれている時、自分の手札の赤のカードをこのスピリットに降臨で重ねることができます。なるほど。ということで六甲子キャンペーンで収録される6体のスピリットはそれぞれの属性の軌跡を持っており、より降臨をすることが容易になる、とても便利なカードとなっています。これもこの時点であれとこれと組み合わせたいって考えがもう浮かんでくる。本当そうですね、強い。はい、ということで、六甲子があると降臨が本当にすごくやりやすくなりますので、皆さんこのカードを手に入れてどんどん降臨していただきたいと思っております、ということで盛りだくさんのブースターパックは10月28日土曜発売予定です。みんなぜひゲットしてくれよ。次回チャレンジャーブロック開幕。過去出演したチームの中からつわものたちが続々参戦。2015年の世界王者福ちゃん、100万円獲得プレイヤー今日、なにわの天才デッキビルダースン、フォンニーナ使いの宇田天、他にも魅力あふれるチャレンジャーたちがしのぎを削る。果たしてチャレンジャー最強の座は誰の手に。